海中の映像を撮影し始めて1年が過ぎました。そこそこ馴染みの生き物も出てきたので、Vlog を始めようと思った次第です。海ログ#1、始めます。はて、5月も下旬になりました。ほんで、1年前ハゼが海藻を巣に運び込む瞬間を撮影できた時期でもあります。この行動を撮影できたことがきっかけで海の中を撮影し始めました。というわけで、強制ハゼが海藻をキャッチして鉄砲エビに受け渡す瞬間を撮影したいよー。ヤクプ行ってきました。場所は1年前私たちが出会ったあの場所。ヤシが、カギケノリ、例のあの海藻が全然見当たらない。ないよカギケノリ。カギケノリがないよ。ちなみに、4月下旬から5月上旬では、リーフの内側にもカギケノリ葉少し生えていた。そして枯れた破片も落ちていたよ。これというわけで、リーフエッジありました。カギケノリありました。ちょっと枯れかけてるリーフエッジにまだまだカギケノリがありました。4月の頭に比べると少なくはなっているけど、海底にちぎれたカギケノリがあったので、これを持ってリーフの内側へ、ハゼが住んでいる砂地へ、レッツゴー。リーフエッジにサンゴがいい感じに生息しています。してから、こちら黒星ハゼ。頬の白で縁取られた黒点があるのが特徴。より目立つ黒点には何の効果があるの？というわけで、彼らの巣の付近に、拾ってきたカギケノリをスプラッシュ。食べた、頑張れ、黒星ハゼ。お腹が大きいので、放卵しているメスかな？という間に、海藻が砂の中へ、こんな感じで、海藻を加えてどんぶらこ、と、巣の中へ引きずり込んでいきました。ほんで、これが、映したかった受け渡しの瞬間。見えづらいけど。見えづらいね。ほんで、海藻を黒星ハゼから受け取る、というより、奪い取る鉄砲エビ。デイジーかな参道？そしてそれから、次白帯ハゼー。黒の体色に、頭頂部から尾にかけて、体の中央に国道の中央線張りに綺麗な白いラインが走っている。してから、早すぎた埋葬。じゃなくて、多すぎた海藻を、海にスプラッシュしたので、とても見えづらい。けれど、一応白帯ハゼが鉄砲エビにカギケノリを受け渡す瞬間を見ることができました。どこ？ここ。はて。今回こんな感じで強制ハゼが鉄砲エビに海藻を受け渡すシーンを見ることができました。終わり。おまけ、姫立てハゼカギケノリを持っていかなかったよ。終わり、おまけここで疑問があります。それカギケノリハゼが食べるの？鉄砲エビが食べるの？この動画中では、黒星ハゼが海藻の断片を口に運ぶ姿を見ることができました。しかし、西表島のタカノハゼという黒星、白帯ハゼと同じ属のハゼの胃の内容物を調べた研究では、大半が貝虫、貝足、線虫類などの動物性の物質が多かったらしい。糸状藻類がほんの少しあったみたいだけども、黒星ハゼ、白帯ハゼ海藻も食べるの？そこの情報探せませんでした。また、フィリピンでの研究で、ホリ鉄砲エビという動画の鉄砲エビにとても似ている、もしかしたら同じ、種類のエビの、腸の内容物高等植物アマモみたいな草、が多くを占めていたそうです。また、低質の有機物も食用にしているそうです。つまり海藻類主たる食用ではないそうです。しかし、観察していると、巣周りの海藻をちぎっていく姿もよく見られますが、どうなんでしょう。あなたカギケノリを食べるの？食べないの？彼らの行動がますますわからなくなりました。巣の中でエビとハゼが仲良く食べている姿夢か幻か、それともまだ確認できていないだけの現実か？どうなんだろう。結論、よくわかんない。でも、ハゼとエビが、巣の中で餌を分け合ってたら、なんかいいね。終わり。